皆さんこんにちは。村田治です。2001年から10年間ぐらいですね、那須高原に住んでいました。古い別荘を購入して、それをDIY でリフォームしながらギャラリースペースを家の中に作ってですね、展示会をやったりしていたんですが、その時に那須高原の本当に美しい空とかですね、それから福島の方に行くと裏磐梯とかあって綺麗な湖もいっぱい楽しむことができました。那須の時代は薄く絵の具を溶いた重ね塗りの技法をよく使いました。前回も沖縄の空と海を描いた時はこの技法でした。今日もその技法でやってみたいと思います。こちらの資料写真は現在住んでいる岡山県に近い、鳥取県にある大山という大きな山の懐にある高原地帯の写真です。こちらもとても綺麗でですね、空とか湖とかありますので、そこで撮影してきた写真を使いたいと思います。今回のテーマですけれども、確認しておきましょう。美しい色の重なりを描く。で、コツとしては絵の具を薄く重ねる。で、その時にパレットであまり絵の具を混ぜないということになります。下書きは本当に場所の当たりといいますかね、木の場所、それから森の場所、建物の場所、それぐらいの感じですね。早速塗っていきます。ハケで全体水を湿らせますね。最初は光を表すために黄色っぽい色ですね。ここではローシエナを使っています。薄く溶いたローシエナを塗っています。もう本当に薄いっていう感じでいいと思います。で、ドライヤーで乾かして、もう一度水をつけたハケで湿らせて、この繰り返しになりますね、しばらくの間は。で、この描き方は、ドライヤーがどうしても必要なので、なかなかね、現地では描けなかったんですよね。で、現場で描くときは、キャンプ用のガストーチっていうんですかね、炎が出るガスボンベのところにつけて炎が少し出る、それで使って乾かしてました。今これブルーですよね。そしてまた乾かして、今度はパーマネントローズです。まだそんなに白写真に沿ってというわけではなくて、まだ下のレイヤーというか下の層ですね、下の層塗りの下塗りのところですから、こうした薄い色がだんだん後からうっすらと出てくるというか、後から見えるというか、そういうイメージですので、徐々に雲の場所に塗ったりですね、しています。また乾かして、またハケで水を塗って、
の繰り返しになります。少しずつ写真に基づいた絵になっていきます。今塗っている絵の具はウルトラマリンと、パーマネントローズとかですね、パレットの上で混ぜたやつを使っていますが、最初の頃は特に初めの段階ではあまりパレットの上では混ぜないで塗った方がいいと思います。もう一度復習してみますが、今回のテーマは美しい色の重なりを描く。で、絵の具を薄く重ねる。で、ちょっとコツとしてはパレットで絵の具を混ぜないということになります。雲の明るいところを水をつけた筆でちょっと拭き取ってみました。今回は部分的ですので、濡らすところがスプレーで濡らして、ちょうどこれは森のところですね。森のところは暗いので、この絵の具は先ほど言った絵の具と同じですね。ウルトラマリンとかパーマネントローズとか、何種類か混ぜて暗い色を作っています。コントラスト、明るさの方がここは大事なところですね。で、だいぶ塗ったところで純色といいますか、あまりパレットで混ぜていないオレンジをちょんちょんと垂らしたり、ブルーをちょんちょんと垂らして、あとは自然に混ざるのに任せるという形にしています。資料写真の中の建物が、ありますけれども、それをそのままコピーするのではなくて、もうちょっとファンタジックな戦闘のようなものにしたいと思って、資料写真は完全に無視してますね。感じが良くなってきましたね。全体雰囲気が出てきました。あとは左右の近いところにある木を描いてみたいと思います。スプレーで濡らしたところにウェットインウェットで絵の具を同じように垂らしていきます。先日コントラストの話をした動画があったと思うんですけれども、今回もコントラストで手前を濃くすると、そして遠方の方を薄くするということで、絵に奥行き感を出したいと思っています。
書道用の小筆を使って木を描いています。あまり写真にとらわれる必要はないんですけれど、 2,3 本だけでもですね、きちっとリアルに描くと、あとはもうざっとでいいんじゃないでしょうかね。木をあまりこの絵でリアルに描いてしまうと、木だけね目立ってしまって不自然な感じになると思います。今回葉っぱはですね、筆である程度描いていますね。以前やったように絵の具を飛ばして描くのではなくて、比較的筆できちっと描いています。今描いている部分、コントラストがちょっと明るすぎましたのでね、濃くしています。でただ同じ絵の具を重ねてしまうと、こう泥のようなと言いますかね、マディと言いますか、暗い濁った感じになりますので、時々オレンジ色を塗ったりブルー系を塗ったりしています。で今回も沖縄の空を描いた時と同じように鳥を描いて、何か物語性を感じられるような絵にしたいと思いました。でちょっとね、全体的に色味が寂しいので、資料写真を見ていただければわかるんですけれども、色味がほとんどないですよね。でもっと夢のある雰囲気にしたいので、薄く色を付け加えています。この辺の色はもう全部絵の具を混ぜないで、パレットで混ぜないで薄く塗っています。濃いところはねちょっと混ぜて濃い色を作ります。塗ってみてちょっとにじまないなと思った時に、スプレーを後から水をスプレーでかけています。どうしても乾くと薄くなってしまうので、思ったようなコントラストが得られない時ですね、何回も上に重ねていきます。資料写真では赤ありませんけど、ちょっと美しくするためにパーマネントローズを塗りました。それからセルリアンブルーですね、水のところに塗っています。資料写真ちょっと暗いですよね。なんとか明るい感じにしたいと思っています。だいぶいろんな色が混ざって、重なり合って美しい色が出てきました。これで、完成になります。ここまでご覧くださって皆さん本当にありがとうございました。それでは水彩画を描いて幸せな人生をお送りください。またお会いしましょう。